ているので、子供に食べてほしくてよく買います。材料がこだわりがあってね、とても美味しいですね。もうなるべく安心して食べられるもの、自分が気になるようなものは入れたくないなっていうので、そういったものを選んで作っていったっていう感じです。ありがとうございま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 した。ありがとうございます。辛口のソーセージですね。柚子胡椒とマヨネーズ合わせて。三温糖ですね。前日に仕込んでおいた中種です。ぐらいの状態。無味無臭の油が入ってます。無味無臭で無色透明なんですけど、パン生地に入れるとしっとり感とかもっちり感とか出て、結構食パンとかもちっとした食感と水分を保持しやすい。当初は卵も乳製品も入ってたんですけど、なるべく食パンとかも小さいお子さんが食べられるように卵を抜いて、バターもごま油の方に変更して、よりシンプルに、ちっちゃいお子さんが食べられるような美味しい食パンにできたらっていう形で今はこの食パンになってます。
そうですね。だから食感が結構やっぱりパリパリしてて、楽しいと思うんで。いいぐらい今日はいい感じで練り上がりました。いただきます。
れは白パンですね。白パン自体は卵、乳製品をまず使わないことと、粉は国産小麦、島マース、本赤と太白のごま油を使って、子供さんが食べてもお母さんも安心できるような配合にしてます。生地がちょっと弱かったり元気ないと、この幅がちょっと狭くなったりとか、発酵させすぎちゃったりとかすると、こういう感じにはならない。子供が最初に食べるパンどんなパンがいいですかとか聞かれることが多いので、そういった時はでアレルギーの子たちが今多いので、とてもなのでアレルギー対応にもなってますし、食パンプチ食パンでしたら安心安全で初めてのパンにとてもおすすめですよということでは、はい、こちらからお伝えしてますね。なるべく安心して食べられるもの、中に入ってるものがやっぱり自分が気になるようなものは入れたくないなっていうので、そういったものを選んで作っていったっていう感じですかね。いらっしゃいませ。久しぶりですね。本当ですか。ありがとうございます。天気の。失礼します。はい。芋の計算して大丈夫ですか、一緒に。はい。入れましょうね。はい。失礼いたします。また顔見せに来てくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。毎週食パンとか菓子パン、子供たちが好きなもんだからそれを買いに来てますね。とかメロンパンとかね、あんパンなんかも美味しいですね。塩パンとか。大体これはいつも買ってましたね。これコルネっていうのかな、チョココルネ。ちょっとフランスパン柔らかめで、中にクリームが入ってて私は好きなんですよ。
店員さんがとても明るくてね、雰囲気が良くて、パンもなんか特別な材料がこだわりがあってね、とても美味しいですね。アグリの塩がそんなしょっぱくないっていうか、塩気はあるけどちょっとマイルドな感じの塩なので、バランス的にはすごいいいと思います。できるだけ自分の美味しいなと思うもの、安心で安全なものをっていう感じで、そういう食材とかは選んでやるようにしてます。あとはもうパンとの相性とか、そういったところでの選択になってくると思うので。山椒とチーズですね。もう取るので。天気の割り中ありがとうございます。ありがとうございます。一度娘が買ってきて美味しかったんでいろいろ買いました。カレーパンとまこちゃんたちの頃ね、くるみパンとか、それもあるね。いい感じですね。もうすごい明るくてよかったです。
書の方カットされますか？お願いしますはい、かしこまりました。お待たせいたしました。はい、どうもありがとうございます。地域のありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。孫もいるんですけれど、安心して食べさせられるパンだなって思って、職場の方にもあげたくて、くるみパンとか人数分5個ぐらい買ってしまいました。買ってしまうと1人で3個ぐらいちょっとペロリと食べてしまうのではい、もう美味しくてどんどんいけちゃうパンです。はい、大学2年生になる子がもう小学校の頃からお小遣い持たすと松戸パンで買ってきたとか言ってて、帰ってきたら店主さんの人柄もすごく良くて、店員さんも明るくて、私はもうとても気に入ってますね。ぜひっていう感じです。はい、今日仕事お休みですか？あるよ。アイスコーヒー。アイスコーヒー一つお願いします。ブラックで。じゃあブラックのアイスコーヒーになります。いつもありがとうございます。ありがとうございました。近所で私は働いてるので週1ぐらいできます。初めて今日気づいて、しょっちゅう来てるのにアイスコーヒーあるの気づかなくて、今日初めて買いました。カレーパンがめっちゃおすすめです。カレーパン、子供たちはこんなコロコロしたクロワッサン生地の甘い感じも大好きで、店長さんもね、千葉の松戸の出身みたいで名前も面白いですよ。いつまでも続けてほしいです。今後ともよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。このぐらいの厚さになりますけどよろしいですか？もうちょっと薄い方。ありがとうございます。これは高い温度で焼いて、でこっちに出てきた時に温度差でこういう皮がパリパリパリって弾けて、その弾けた音がこうパチ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 いう音になります。あまり生地の状態が本当良くないとこ
こういう音は出ないですね。この音をちょっとホッとします。分かっているのですね。塾長を。もういつもこんな感じで。そうですね、はいアイスコーヒーももうほぼ毎日来ていただいてます。ナスのフォカッチャもはいこれもか。ありがとうございます。はい、どうも。アイスコーヒーと、ナスのフォカッチャか、メロンパンもよく買うし、とにかく美味しいので店主さんも優しそうな感じで、レジに立つ方たちも物腰が柔らかい方が多いですね。これからも美味しいパンお願いします。いっぱい好きなもの買い好きなパンがいっぱいあってよかった。ありがとうございます。天気も悪いのにありがとうございますね。ありがとうございます。好きなものがいっぱいあっていっぱい買いました。10個ぐらい10個ぐらい買ってる。もっと買ってる。もっともっと買ってる。いっぱい買いました。コーヒー牛乳買いました今日は。いろいろと種類が多かったですので、また買いたいと思います。よろしくお願いします。はい、かまりました。いただきます。仕事帰りの甘いパンとか、営業時間間に合ったらもうすぐ来る感じですね。牛乳も販売しているので、前はなかったんですけど、パンと牛乳をセットで、ご主人がものすごく大事にパンを丁寧に作ってる感じが、このお店の雰囲気と相まってるというか、パンと似たようなご主人って感じです。お願いします。アイスコーヒーも一つください。はい。お待たせいたしましあた。りがとうございます。じゃあアイスコーヒーになりますね。ありがとうございます。
らっしゃいませ。失礼します。よかったね、休憩室で。やっぱりいいのを使ってるので子供に食べてほしくて、ベーグルがやっぱり外がパリパリで中はもちもちで、チーズもこうふんだんに入ってるんですよ。もうこれでもかってぐらい。それがすごい好きでよく買います。メロンパンをよく買います。他のとこもちょっと行くんですけど、やっぱここに戻ってきてしまうっていうか、このやっぱこっちで買おうかな。味もだし、安心だし、安全だし。いつもパンを後ろでこう作ってて、いらっしゃいませって大きい声で言ってくれる。なんか本当にパンが好きなんだなっていう優しいイメージがありますね。一生懸命なんかみんなのことを思って作ってるっていう印象があります。いつも美味しいパンをありがとうございます。これからもよろしくお願いします。一言でまとめるのは難しいですけどもですね、お客様に優しくて、私たちスタッフにも優しくて、何よりパンに優しい店長だと思います。スタッフのことを常に考えて、とても働きやすい職場なので、美味しいパンが作れると思います。オープンしてからお客様とお話をしている時に、お子さん向けにこの卵乳製品が入ってないものが欲しいなっていう時に、できるだけ柔らかいもので子供も美味しく食べられる生地にっていうことで、元あった生地から卵を抜いて配合を少しずつ変えていって今の形になった感じです。安心安全で長く食べられるような味と大きさと配合とっていう形で考えてやってます。これをやらなくなってしまったら、ちょっと松戸ベーカリーではなくなっちゃうと思うので、松戸ベーカリーの土台として大事なものであるので、ここはしっかり守っていきたいなと思います。たくさんの人に来ていただいて、できるだけどんな人が来てもこう食べたいパンが選べるようなラインナップにして、小さいお子さんから年配の方までこれ食べたいなっていうような商品品揃えにした上で、安心安全で食べられるようなものを作り続けていって、お客様が喜んでもらえたらいいかなと思います。食べたいものを選んでったら本当に限りなく選んじゃう。やばい。美味しいし元気になるし。あ、本当。笑顔もたっぷりあるから。まあ感動。ちょっとクリスマス近いので、ちょっとカップもクリスマスの。
しいのは何々か塩とイーストと水、シンプル、とても。バゲットの生地と小麦粉と水を数時間置いたもの、ローメンみたいなものですね。これは食パン、今のうちに計量をしておきます。脱脂粉乳ちょっと多めで生クリームときめ細かく焼きたいっていうのがあって、でちょっと蜂蜜とクリームですね。これ測ってここからまた卵も焼きます。消しの実、ちょっと飾りで少し。いいですか？普通のコロネ。パチパチ音聞こえるじゃないですか。だいたいミキサーとか音でこね具合とかだいたい判断してて。かなりベタベタなんですけど、よいしょ。重なってくるので、これでしばらく値段の割にバゲットもちょっと加水は多めになってますね。さっきの生地を2段階に分けて入れることで翌日も柔らかくなるという特徴があります。
レンコンと明太子のじゃあ後からちょっと組み立てますをになってからカンパーニュと追いかける感じで成形していきます。ちょっと優しい味の塩パンですね。これが朝一回私はごまちょっと様子見ながらパリパリがこうちょっと和らぐのでこの全体的に馴染んだらこっちにこんな感じでちょっとこんな感じです。はい。泡だってあんま温度では食べないです。すまし汁とかに入れたりするんですけど、海苔ですね。一応沖縄だとちょっとアーサってよく呼ばれてますね。海苔なのでちょっと何と合わせたら美味しいかなと思ってちょっとガーリックのバターと一緒に包んで焼きます。丸くなって性格丸くなってちょっと年取ったんだろうね多分ね。焦げて美味しそうに見えるのでちょっとだけちょこんと。これは網つけますね。横に平べったくいつもお客さんがどうやったら喜ぶかなって考えてやってますね。よいしょ。結構微妙なあれで顔の表情変わるので
結構この表よりもこの焦げ目がついた裏面の方が可愛いので、まあ美味しいもまあお金取るから美味しいのは当たり前だと思ってて、それ以外に何が提供できるかなっていうのを常に考えてますね。毎日世話しないけどやっぱそれが考えられなくなったら自分はこれをやってる意味がないと思ってるんで。卵を塗っていきますね。多めにのせて。甘いチーズクリームを挟んだよく懐かしいって言われるパン、ちょっと周りに塗っていきます。はい、シナモンロールはふんわり焼きたいので上火でちょっと短時間でふわっと焼くイメージ。20分でふかふかに。大きい食パンと小さい食パン両方あるんですか？そうなんです。でも最初小さい食パンはちょっと生地が余ったので余り生地でなんとなく作ったんだけど可愛いってお客さんたちに好評で。ちょっとこれはまたちょっと置いて。二度抜けしちゃうんですよ、はい。ちょっと。ベーコン挟んだパニーニ。
いですよね。焼きますね。美味しそうですね。大丈夫。テーブル今一度ちょっと他のパンは結構外国産のものとかだったりするんですけど、これだけは国産小麦。パン屋さんやる前に結構お家でパンを作って人に食べさせたりレシピを考えるのが好きだったので、ちょっと思い入れがあって、お家で作って人に食べさせて自分も食べて、もう寝ても覚めてるもって感じだったから、それでチョコ抹茶プレーン、豆はたっぷり。国産小麦なのでちょっと和の素材とか合う感じがしますね。食べててもう包んでいきます。なんかそう思うことにしてる。美味しそうですよね。この時間は結構バタバタ、一人なんだけどなんか運動会みたいに毎日走り回ってギャー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 やってますね。でもやっぱ続けてるってことはなんやかんや楽しんでいるんでしょうね、自分自身ね。始めたばっかりの頃はなんで1日って24時間しかないんだろうと思って、もうちょっとあったらいいのになって。時間が早く過ぎるってことはやっぱ楽しいし充実してるってことだとも思うので、いいことかなって思いながら。置いておきます。一旦きれいにします。一通り焼くの落ち着いたので、一気に仕上げていきますね。パンのイメージっていろいろあると思うけど、ここのはちょっときめが細かくて柔らかい食パンのイメージなので、あまりにもケーキみたいに美味しすぎるとちょっと、ケーキだと晴れの日とかのイメージだけど、パンっていったらやっぱ日常にある毎日食べるようなものだから、やっぱ合わせやすいように適度に美味しいっていうイメージとか、それ大事かなって
脇役名脇役。感じ。ちょっと黒目がちの方が可愛いな。プロっすね。沈みやすいので可愛い。限られてはくるけど、やっぱりちょっとぎゅうぎゅうでいいですか。これはチーズ、これが抹茶、これがプレーンですね。消しの実。この組み合わせ大好き。あんことナッツ。ちょっと10分で様子見ますね。やっぱり一番自分が美味しそうと思ってすごい。パパ。熱々の方に運びますね。私のお家の卵のサンドイッチってなんか卵焼きだったんですよ。でマヨネーズと一緒に挟むっていう、一応それそのまんま懐かしい味、私にとってね。一回買った人なんかまた美味しいって買うね。これシンプルなんですけど。本当に目分量なんだよね。湯煎焼きっていうのがポイント。お客さんによくこんなに綺麗な卵焼きどうやって作ってるのって言われるんですけど、フライパンじゃなくてオーブンで焼いてるっていうのがやっぱりタイミング。10分13分ぐらいかな。ちょっと膨らむまでっていう感じで何分とかないんですけど。単純に美味しいものを作りたいっていうのがやっぱ一番シンプルだし、体にあんま良くない保存料とかそういうのは入れたくないっていうのがやっぱ大きいですね。なんていうの、自分の大切な人に食べさせて大丈夫かっていうのがやっぱ基準になるんじゃないですかね。ただ一人でやってるのでやっぱ出来合いのものには頼ったりっていうのもあるんですけど、やっぱりでもそれでも
安いだけとかそんな理由だけで使いたくはないなって思ってて、やっぱ美味しいでなるべくシンプルなものが大事だと思ってますね。こんな感じでふわっと冷まったらちょっと沈めるけど、ふわふわのちょっと厚みがあって美味しそうですね。オリーブオイルちょっと塗りますね。美味しくなるし、塗っときますね。よいしょ。全部はやっぱりそう思うんじゃないかな。こうこねてる時は座ってる感じで。トッピングとかこういうやってる時はやっぱお化粧とかして売れる時はなんか花嫁を送り出すお父さんじゃないけど、なんかそんなイメージやりながら一応そんな風に考えてます。ちょっとクロワッサン焼き甘めだけど沖縄湿度が高いから焼きを甘めにサクサクっていうよりはしっとり焼き上げて、よりバターの風味を強調させるように平べったくっていうよりはちょっと上に縦に自分が美味しそうって思うものをやっぱりお客さんに食べさせたい。どうしよう。リンゴとシナモンとちょっととろみ漬けでコーンスターチちょっと入れて食べてて食感、リンゴのシャリッとした感じとちょっと甘い感じ、シナモンで。小さいのだけうるさいです。ちょっと白いけど小さいからこそこれで出せるんですよね。ちょっと耳が柔らかい、はい、大きいとねやっぱここが折れてくるので。ちょっと焼きは甘めですよね。すごい柔らかい。大丈夫かな。よいしょ。はい。ちょっと焼きましょうね。ちょっと加水っていうか多いのでちょっ
開きにくいのでちょっと深めに縦に切るように入れます。甘くて中がちょっとしょっぱくて生地がもちもちで美味しい。いきますね。とても美味しそうね。とても美味しそう。いいですね。すごい。あれでしたね。余裕がなかったです。ちょっと持ってみますね。ちょっと小さめのものは生地が一緒でも全然違うパンになるからね。美味しそうですよね。こんな感じですよ。美味しそうですよね。でも焦げた感じがすごい美味しそうで、ちょっと焦がします。ちょっと明太子が焦げると美味しいので、こっちはいいかな。こっちにしようかな。ここにしますね。すごい美味しそうですよね。こんな感じで。美味しそうじゃないですか。いい感じですよね。カレーにこれもまたチョリソーと辛いウインナーを挟みますね。でこれにチーズをのっけます。同じガーリックちょっと中と上にたっぷりのっけますね。はい。ちょっとコロコロ沖縄の人豚肉好きですよね。豚肉文化なので。これもバーナーで炙ってちょっと開くので、それで開くんです。炙った方が美味しそうだから。美味しそうですよね。こっちに置けるかな。ちょっと置いてみます。ちょっとどうにかはい、来ました。はい。あ、カレー置く場所がない。札出すの忘れてますね。はい。はい。ごめんなさい、なんかガラガラやっちゃった。さっき5分前に見たんですけど、私が送るの遅いです。朝一はやっぱりいいですね。ね、これもすごい。
さんここ紹介してくれたからこの周辺に住んでると思ってたけど。違うの？そうな。職場近くなので。奈良から来てくれて。ありがとうございます。いえいえ。今日も職場に用事があったので。気軽に来ちゃって。あ、全然。豊見城に住んでて、小谷に帰ってます。そうよね。そうなんですよ。なんか出身南部なんだよね。あ、南部。私実家八重洲なんですよ。いいっすよ。いっぱい買ってください。そのために作ったんで、お客さんに食べさせるために作ってるので。ありますか？でも前はもっと多かったんですよ。なんかほら、ふわふわだけじゃないんですよ。柔らかかったり、ちょっっと硬めのところがあったりして。食べたいものを選んでったら本当に限りなく選んじゃう。やばい。いいですか？そう。私逆に端っこが好き。あ、そうですね。じゃあこれと。はい。週に1回ぐらいですかね。職場が近いのでたまに寄らせていただいてます。個人的にはシナモンロールと塩パンとかメロンパンレギュラーで買ってますかね。はい。店主の人柄がすごい良くて、その人柄の良さとか思いがなんかパンにも出てる気がしてて、そういった可愛らしいパンがたくさんあるように思えてます。友達に紹介していただいて初めて来た時にもうドハマりで私必ず買うパンがあって、すごいこのちっちゃいこのパン、これめちゃくちゃ美味しくてガーリックが効いてるんですけど、もう一回食べるとやみつきになるので必ずこれは買って、青さとか入ってるのかなとか、青さなんとかパンってごめんなさい名前わかんないんですけど、すごいおすすめです。このパンって沖縄独特のものですかね。そうですよね、きっと。私も私実は沖縄の人じゃないのでここに来て初めて食べたんですけど、青さのそのなんて言うんだろう、海藻的な感じとガーリックがすごいあって、でなんか彼女の愛情もすごい入ってるのでめちゃくちゃ美味しい。どれ食べても美味しいんですけど、パンもそうだけど店主の彼女の人柄というか、もう会うだけで元気になれるので、パンもなんかそのエネルギーが全部込められてる感じで、食べると美味しいし元気になるし、来ると私も元気になるのでまた遊びに来ます。遊びに来ながらパンを買いに来ます。今からどっかお出かけですか？なんか今日午後からちょうど赤いかな。開けとく？かな？昨日も来てくれたのに。これを買いに来たっていう話。美味しいって。これ飲んで。バイバイ。毎週来てます。毎週ですか？毎週来てます。パンもそうなんですけど、オーナーの彩香ちゃんに会って毎週元気をもらってます。すごくなんかポジティブな気持ちになって、明日も頑張ろうっていう風になります。なんか不思議な力持ってる子だなっていつも思ってます。いつも幸せをありがとうございます。またね、また来るね。で、あと朝食絶対パンです。あ、決まってるんだ。ご飯をやめてくれっていう。なんか理由があるの？食べにくい？そう？お金払ってお客さんを買うから美味しくて当たり前っていうのは当然かなって。ちょっとずつ進めていく感じですね。順番にね。クロワッサンないですか？あるこっちに。ありますかね。
Yeah, we live right there, so it's really close and convenient and delicious. There's something special about like a neighborhood, bread shop or bakery. Every time we come in here, even after the second time, she knew our name. And so it's very friendly and we love just stopping by. So in the States, the bread shops are like chains. So we have something like that's called Panera, but it's a chain. So it's, around town, it's nothing special, if you will, but like there's no special shops, that's, a single owner running it. So, yeah. Yes, oh, cinnamon rolls are the best. And it's good for lunch too because the sausage rolls and everything is so good. もしここに来たら絶対シナモンロール食べてください。めっちゃ美味しいです。とクロワッサンも。More coming Christmas time. Oh yeah, can't wait. Thank you. Best baker in Okinawa. Thank you. 頑張ります。Thank you. Alrighty. Have a good day. Have a good day. Thank you. Bye. See you next time. See you next time. Thank you. すごい優しいですよね。住んでる人も多いと思いますよ。基地もあるけど結構軍を辞めてここに住みたいっていう外人さんも多いみたいなのでみんないいところって言いますね。いらっしゃいませ。こんにちは。準備できてますよ。ゆっくりでいいよ。本当？ちょっとなんか妹さんにあげるんですか？今日また歩いてる。リハーサルって言ってました。そう。はいはい。ありがとうございます。お願いします。でもあんまり無理しすぎない方がいいですよ。人生楽しまないと。人生諦めてる。そんなこと言わないで。もうパンが美味しくて大好きなのこっちのパンは。今日は何を買われたんですか？クロワッサンを20個。クロワッサン20個ですか？20個。土曜日には必ず20個買う。それは妹にあげるのよ、チーズは。妹は読谷に住んでるのよ。読谷に住んでるからパン屋美味しいからって勧めてるわけ。そこがいいのよ。笑顔もたっぷりあるから美味しい。まあサンドいいですね。すごいきめ細かいですね。はい、ありがとうございます。また違う食感だったりしますね。より柔らかくてもっちり重い感じです。ちょっとおすすめ6枚入りなので基本6枚に切っちゃいます。いらっしゃいませ。こんにちは。さっきいらっしゃってましたよ。絵本かもしれない。ねえ、わかるんだね。綺麗。帽子好きなの？これ今日出したから。今日出したんですか？気をつけて。はい、どうも。ありがとうございます。どうも。可愛かったですね。お客さん対応しながらわーってやって一日があっという間に過ぎていくので、なんで24時間しかないんだろうって思いながら、さっきも言ったけどなんか本当に充実してるってことなんだろうなって思いますね。いいですね。ベリー系が好きで。美味しい美味しい美味しい。
した気がする。これねよく買ってるでしょ。ああ買ってる。いや見てて、あこれうまいやつだ。沖縄の方ではなくて静岡です。あと引っ越してきて引っ越してきて、昨日友達に紹介してもらって昨日食べたらめっちゃ美味しかったんで来ました。昨日来て今日も来て明日も来ます。2年3年オープンぐらいからいますので、店主の人柄と味ですよね、どっちも備えてるんでずっとリピートしております。食パンが抜群に美味しくて、で食パンとあとパスタパン必ず買ってますね。他の惣菜パンも好きなんですけど、1週間の楽しみ。おじいちゃんおばあちゃん若者と子供と学生とかみんなと話がこうできて笑い合えるってなかなか機会ないと思うんですよ。巡り合わせだなって思いながらやってますね。自分でもびっくりするぐらいよく喋るんですけど、結構私との会話すごいびっくりするぐらい覚えてて、実はあの時結構落ち込んでたりして勇気もらえたとか聞いたりした時はすごい嬉しいですね。でまたパン買いに行きたいって思ったって聞いたりするとやっぱやっててよかったなってなるので、本当ありがとうございます。お客様からそう手紙とかなんかありがとうとか書かれてるのはなんか取りたくなるので撮ってるね。お家にもいろいろあるけどいつも美味しいパンありがとうみたいに書いてあるんでこれも撮ってる。なんか嬉しいですね。やっぱなんか元気ない時にこんなの見たらやっぱ元気もらえるんでちょっと撮ってます。なんか嬉しいですね。なんかミッキー好きなの？そうですね。ああ、いらっしゃいませ。こんにちは。実家が近くにあってたまに来た時にピースしてる。今日は猫ちゃんのパンを買いました。アーサーの塩パンみたいなのがめっちゃ美味しくて、でなんかちっこくていろんなパンが食べられるって言ってよく娘連れてきます。朝パン最後の2個だったんですけおいしくてまた戻ってきたんですか？はい、初めて昨日さっき食べたんですよ。1個食べたらめっちゃ美味しかったんで。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとギチギチだけど大丈夫です。大丈夫。はい、いくらかな。1周年のちょっと前から来てるから3年以上乗りますよね。ね、すごいね。バーゲットとかカンパーニュですね。今日もカンパーニュも取ろうかなと。カンパーニュも取る。これにハマってここ毎週来るようになりました。食べたいの。食べたいのどうだったから。いつも売り切れてるからね。ごめんなさい。また来週。ほぼ毎週来てます。買い物しながら結構おしゃべりもしちゃってて。お隣のお姉さんじゃないけど、なんかパン屋さんで、近所のお姉さんみたいな感じで、ね、本当に最初の方は店開けて間もない頃だったんで、朝から晩まで働いてるって感じだったんで、ヘトヘトに疲れ切ってるような時もあったんで、それに比べたら最近はちょっとペースも掴んできてるみたいで、長く続けてくださいって思う、これからも美味しいパンを焼いてください。ぐらいですね。やっぱ余力は残しとかないと、お客さんも大事だけどやっぱ体も大事だし、もうちゃんと体調管理しないと元気じゃないとパン作れないし、お客さんにもねなんか笑顔を届けられないので、やっぱそこを大事にしないと
けないですね。妥協とかじゃなくてやっぱ大事だなってなんかやってて思う。そこはやっぱ4年やり続けて感じることですね。大事大事。あ、Thank you。すごい。Over there. Is it going well? こっち。あ、以上私の旦那さんです。はい。いつもお手伝いというか。そうですね。彼ちょっと持病を持ってるんですけど、ちょっと体調を見ながら調子がいい時はこう手伝う。自分ができる範囲で、かなりすごい助かってるですね。はい。はじめ私のお客さん。最初お客さんだった。First, I came here as a customer, and Aku was very kind to me. 彼がお客さんだった時にシナモンロールを買いに来たんですよ。友達と一緒にね。そしたら売り切れてたんですよ。And then one time, I brought my friend here, and I wanted to give my friend a cinnamon roll because her cinnamon rolls are my favorite. But it was sold out, so she saved one for me, and I came with my friend the next day, and it was very kind. I thought that she saved it for me. じゃあ最初はお客さんから始まる。そんな感じ。なんかドラマみたいなんですけど、こんなことってあるんだなって私自身もびっくりしたんですけどね。一人でやってるっていうのを知って手伝いたいっていうので、それで今になるね。So one time I asked her how her day was, and she told me that her day was a special day. So I thought, oh, why is it a special day? But she told me that every day is a special day. So I thought it was very touching to me that you can live a life that every day is a special day, and you want to live it like in a way that you always value every single day. That was it. これ聞いた時かなり私びっくりしたし嬉しかったです。やっぱお客さん自身が結構私が思ってる以上にやり取りを覚えてて胸に刻んでくれてるっていうのがすごい嬉しくて。Thank you。開けてやって。やったー。お願いします。はい、ありがとうございます。1230円になりますね。はい。お待たせしました。どうぞ。はい、ありがとうございます。はい。
してお肉と関係なく座ってハルト勝てるか頑張ろう子供の時からパン作り大好きで、食べるのも好きだし作るのも好きだし、歴史とかその製法だったりとか材料とか調べるの好きだったっていうことで、パン屋自体がこう私にとって夢の職業だし、パンが夢そのものっていう感じで今まで来たので、夢っていうのと、あとノワールっていうのがフランス語で暗闇とか黒っていう意味があるんですけど、18、19ぐらいの時にちょっとご飯が食べれなくなって病院に入院してたことがあるんですけど、その時に食べ物って栄養だけじゃなくてやっぱ直接口にするものだからこそ、この作り手の気持ちが伝わるとか、食べないと元気が出ないんですよ。で気持ちもいい方にいかないというか明るくいかないので、やっぱそれをやっぱ実感してる、痛感してるからこそ、やっぱりこの接客とかお客さんとの会話とかそういうのも美味しいに密接してるなってすごく思うので、お客さん来た時には必ず一声何か接客以外の言葉をかけたりとか、そういうことは考えてて、なので闇を照らす夢っていうことで、ちょっと来た人たちがそれぞれなんかちょっと暗い気持ちの時はちょっとここのパン食べたり、ここで話することでこうちょっと明るい気持ちになってもらったりとか、逆に嬉しい時はまあもっと嬉しくなったりとか、ここに来ることでなんか今日一日いい日だったなとか、そういう風に思ってもらえる場所になってくれればいいなってことで、まあちょっと夢のあるパン屋とか夢のある場所、夢のあるパン、なんだろう、そんな感じで続く、自分にとってもお客さんにとっても続くようにちょっと夢のある名前になってます。はい。いらっしゃいませ。お決まりのものからお取りしますね。家族仲良くやっていいことは。いってらっしゃい。うちねは何もないよねじゃなくて、いやでもパン屋あるよみたいな。一応うちで仕込んでる生地は全部砂糖はきび糖を使ってて、沖縄県の砂糖生地のやつですね。
駐車場スペースだったんですけど、駐車場スペース車1台止まれるスペースでプレハブの方を建ててっていう作りだったんです。粉もここから取れるようにしてます。鉄板のここから取れるようにしてるので、作業中の移動はないように考えてはいます。でこのでっかい鉄板を入れる発酵機がないので、乾燥防止でビニールをかけて紅芋チョコチップメロンパン。そうですね、メロンパンのこのメロン側っていうんですけど、上のクッキー生地、これに、紅芋パウダーを混ぜて作ってます。
作ってます。ツナとレンコンと大葉を混ぜて作ってます。仕上げだけやっちゃいます。マヌルパンは韓国の屋台発祥のパンらしいんです。多分こんな感じだろうなっていう感じで作ってみたっていうのが割と人気ありますね、これも。子供たちがもう来てました。だいたい6時半ぐらいに妻が起こして、で7時半頃には、保育園と小学校に送っていくって感じですね。で戻ってからすぐ店開けてもらうみたいな結構向こうもバタバタしてて、
出身は静岡県ですね。大学でその沖縄に来て結婚をしたタイミングでちょっと東京に出まして、で東京でそもそもアルバイトで始めたのがパン屋だったっていう感じですね。でやってみたら面白いなって思う部分が多くて、物を作ってそれが完成するっていうのはやっぱすごいやってて達成感というか楽しいなっていうのもありましたし、お客さんがそれで喜んでくれるっていうのはすごい嬉しいもんだなと思ったので、パン屋っていう仕事をしてみようかなって思ったのはそこからですね。おはようございます。おはようございます。お父さんに行ってらっしゃいして。行ってきますか？行ってきます。いってらっしゃい。今から学校に行ってきます。行ってきますして。いってらっしゃい。日曜日はその半日営業にしてるんですけど、土日両方フルで営業しちゃうと子供たちと遊ぶ時間なくなっちゃうっていうのもあって、今は半日営業にしてます。子供たちが大きくなったら日曜もフルで営業するかもしれないですけど。一個なんか割ってみます？中はサクサクです。
あんこを混ぜて使ってて、なんかこの混ぜて使ってるのがやっぱ良かったのか、すごい好評いただいてますね。あんこ苦手だけどここのあんこは美味しいみたいな感じで言ってもらえて。その役割分担的には自分がパンを作って妻が販売みたいなのが大まかな役割分担なんですけれども、で妻も結構思いついたらやってみようじゃないですけど結構そういうたちなので、妻に結構背中を押されることが多いですね。尻叩かれるじゃないですけどこれからこれ全部2ずつね。2ずつ塩パンさん。塩パンがさあざま共同売店っていうこの地域のあざまっていう集落にある共同売店さんに納めるパンですね。地域のご老人の方々とか子供とかはここまではなかなか車とかじゃないと来れないので助かるって言われますね。できるだけ続けていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。地元の方が買い物に来る食料品とか買い物に来る商店です。はい、船に乗る方が船に乗る前に買っていかれたり。
ァンがついてらっしゃるので、あれ今日パンないのとかって言われる時があります。売り切れの時なんかは。はい。いや、無理はしないで。タイムパンも一つ。タイムパンも、はい、ありがとうございます。とても大好きです。ありがとうございます。よろしくね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。美味しいって評判ですよ。平日普段仕事なんで来れないんですけど、ちょうど娘も休みで一緒に来れたもんですから行ってみようって。娘はもうなんかファンみたいで美味しいっていうことで、皆さん美味しいので買いに来てください。よろしくお願いします。好きでこの地元に戻ってきたではあるんですけど、やっぱりここって限界集落みたいな人があんまり住んでない地域なので、やっぱりどうしても来ていただくって言ってももうみんな外に出て行ってたりとか全然人いなかったりするんで、自分たちが出ていくという感じですね。まあそういう感じ。でもやっぱそうやって外に出ていくと美味しかったから来ましたみたいな感じで来てくださる方もいて、それは嬉しいですね。いらっしゃいませ。こんにちは。たまたま近く通ったら調べたらこのパン屋さんがあったんで Google マップで見て、はい、で来ました。今日は塩パンとカレーパンで買いました。はい、車の中で食べながら沖縄の自然を見ながら楽しみたいと思います。もうここがもう玄関で、よくでも気づく人は気づくんですよ。これお家ですよね、玄関ですよねみたいな。ここは靴箱板とかも全部自分たちで貼ってますね。これとこのカウンター、大学の時になんか自分たちでライブハウスとかを作って運営してる先輩がいて、こうやって自分で何でもできるんだっていうのが、学びとしてあって、自分でできることはどういうふうにしたらちゃんとお店らしく見えるようにできて、しかも自分の力でどれぐらいでできるのかっていうのを、こんなお店がしたいみたいな、この重なってるところでお店を作ったって感じですね。販売に行ってきます。あとはもう街ですね。
しますこんにちは。お久しぶりですどうも。よく来てますね。職場がですね、ここから車で5分以内なんですよ。なのでやっぱ嬉しいですよ。職場の合間にも来れますし、差し入れとかで持っていくこともやっぱ多いですよ。あんバタシリーズはいろいろ食べてきてるんですけど、このあんバタ塩パンはもうナンバーワンですね。結構バターが効いてて、塩パンとこのあんバターの融合具合っていうんですか、半端ないです、はい、基本惣菜系のパンを買います。絶対うまいですよね。これ初めて買いました。いつも美味しいあんバタ塩パンをありがとうございます。大体カレーパンが出て、11時半から12時半の間ですね。カレーパンが出て、一通りパンすべて焼き終わり。ハニーナッツが入ってます。はい、ありがとうございます。またどうぞお越しくださいませ。私たちとアメリカ、アメリカで。カリフォルニア。一番好きだハニーナッツ。ハニーナッツ。くるみ、美味しい。塩パン。塩パンが美味しい。美味しい、美味しい。毎週金曜日朝ごはんチリート。はい、毎回ハニーナッツ塩パンと日本パン一番好き。はい。中おしゃれ、おしゃれも。可愛い。おしゃれ店。そうですね、私がここの出身で生まれも育ちもこの知念なんですよ。ここは父が建てた家なんですけど、ちょっと父がもう亡くなってもう空き家になってたっていうのと、もう5年前まで東京に住んでたんですけど、子供が生まれて東京で子育てなんか自信がなくてなんか自分はこういうこの海とか山とかいっぱいある中で育ってるのに、なんかどうしたらいいんだろうっていう気持ちがあったのと、コロナになっちゃってもう東京にいてもどうせどこにも出かけられないとか、やっぱ戻ってきてなんかせっかくパンも作れるし、ここはもう何もないんですけど、逆に何もないから、パン屋を開けたらもしかしたら誰か来てくれるかもねみたいな感じでやってみようかっていうところから沖縄に帰ってくる計画を具体的に決めて戻ってきました。いらっしゃいませ。お決まりのものからお取りしますね。はい、お願いします。あんバター塩パン。はい。はい。カレーパン。カレーパンですね。じゃあ、ありがとうございます。
小さくてもう街にもうずっと溶け込んで、気軽に買いに来てもらえるように地元の方に、これはちょっと目標みたいなんですけど、知念は何もないよねじゃなくて、いやでもパン屋あるよみたいなみたいな感じで言ってもらえたらなみたいな、ゆくゆくはですけど体が健康な間は自分たちでパンを焼いて売って生活できたらいいなみたいなそれぐらいです。お店の目標としてはもうとりあえずずっと続けるっていうのが一番の目標ではありますね。はい、私は死ぬまで続けるっていう感じです。はい。譲れない部分がぶつかってないというか、多分なんか衝突したことないです。譲り合いあんまり意識したこともないけど衝突しないですね、あんまり。18で知り合ったか。だからもうそろそろ20年ぐらいずっとですね。そうですね。家族仲良くやっていこうと思います。はい。グルテンフリーのパン。グルテンフリーが一番多いのが魅力ですね。僕が作るパンはなるべく添加物がないものをお客様に届けたいなっていうの思いがあって。興味がなかった人たちでも添加物ってこんなに使われてるんだとか、使っていなくてもこんなに美味しいんだ、ブーランジェリー大のパンを通して興味を持っていただければなって思っています。おはようございます。これは沖縄の小麦と北海道の小麦2種類混ぜてます。沖縄の黒糖と沖縄の塩と沖縄県産の小麦、これを混ぜてますね。地元の小麦ですね。育ってきた環境であるので、やっぱその地域貢献をしながら野菜とか、あとは小麦粉、あと地元の食材をなるべく取り入れて地産地消しつつ、地域の食材を使うことによって地域の活性化にもなりますし、またこのパンを通して食べた方が沖縄の良さを分かるかもしれないから、地域の皆様と一緒にパンを通して盛り上げていきたいなっていう。これは発酵バターです。沖縄県産の全粒粉が入ってるので、なのでつるつるして、全粒粉栄養価高いので、次食パン仕込みますね。このタブレットは何ですか？これはレシピが全部載ってるものなんですけど、天気とか曜日によって予定数が変わるので、数字を入力すると自動的にこの分量で作ってくださいっていう数字が出てきます。こんな感じでバーって。食パンの生地は何々使われてるんですか？粉はちょっとこういった北海道産の契約栽培小麦と、こういうポストハーベスト、プレハーベストを使っていないこだわりの小麦を使ってます。はい、であとはきび糖と沖縄の塩を使ってちょっと優しい味わいに仕上げてます。で結構毎朝食べるので軽めの食感になるように生地は作ってます。
これは蜂蜜とヨーグルト入れてます。蜂蜜の酵素とヨーグルトのこのpHがうまく下がることで歯切れのいい食パンになります。フランスパン生地ベースに中にドライトマトとキューブチーズとあとバジルとニンニク、あとオレガノ、ローズマリーが入ります。普段は5時出勤です出勤っていうか5時ぐらいに来てますね。早い時だと4時とか一人でやってます。上手。はい。今は何の分割ですか？これは塩パンの分割ですね。今日は150個分ぐらいですかね。塩パンで？塩パンだけで春のパン祭りというイベントで2日間1500円以上お買い上げいただいたお客様に塩パンをプレゼントします。今日はいちごのティラミスのイベントをやります。注文が入ってからお客さんの目の前で作るイベントがあるんですけど、そのイベントに向けてちょっと多めに作ってますね。もう黙々ともうこの時間は、黙々と朝のスピードがかなり大事なので、今日は多分全部合わせたら500近くはいくはずですね。クリームパンです。結構バニラビーンズたくさん使ってます。バニラビーンズすごいやっぱ入れると香りが出るんで結構使ってますね。すごいたっぷりチョコチップが。ダブルチョコチップメロンパンっていう商品があるんですけど、中にチョコチップ使って、後から上にクッキー生地にもチョコチップ乗せて贅沢に使ってます。めっちゃ美味しそうですね。ありがとうございますこれはキャラメルチョコチップです。水の量が 80% 超えてるのでちょっと柔らかいタイプです。それとやっぱもちもち感というか、もちもちというよりも歯切れのいいあっさり、そして軽めに仕上げてます。
まりガスは抜かないようにしてます。軽く潰す感じで。これはゲランドエンです。フランスの塩です。これはカレーパンですね。自家製のバターチキンカレーを作って塩パンの生地で一緒に包んで焼いてますね。これはベーコンエピですね。ベーコンはすべて無塩石ですね。なのでちょっと普通のベーコンに比べたらちょっと見た目は若干くすみますけど、保存料、発色剤が入っていない、加工しすぎていないこういう加工肉を使った方が体にとってもいいですし、なのでそれを積極的に食事系で使ってます。食に興味を持ち出したのが中学の時かな。もともとあまり体の調子が良くなかったんですけど、僕自身がいろんな食の問題とかに興味を持って調べていく中で、残留農薬とか加工食品にいっぱい入っている添加物が結構現代人に影響されている部分があると思うんですよ。僕が作るパンはなるべくそういう添加物がたくさん入ってたりとか、外国産の農薬問題とかそういうのになるべくないものを使ってお客様に届けたいなっていうの思いがあって、興味がなかった人たちでも添加物ってこんなに使われてるんだとか、使っていなくてもこんなに美味しいんだ、パンを通してきっかけになれればなって、そして自分の体に対して気を使っていただければきっといい人生なれるんじゃないかなって、僕はそういう思いでパンを毎日作っております。はい、このハムも無添加のハム使ってます。はい、
2種類使ってて、これが米粉で、また違う種類の米粉を使ってます。ふわふわともちもちを生む秘訣の配合ですね。気温が低くなると混ぜてる時の温度が変わってくるので、それを調整する水温だとか計算して、夏場は23度ぐらい、冬場は26ぐらいとかでうまく調整してやる感じですね。なんかパン生地っぽくはないですけど、こんな感じですね。生クリームみたいな。これは発酵後ですね。発酵させて、でミキシングもう一回入れてするとこんな感じの。かなりトロトロですね。はい。この米粉パンって言っても小麦グルテンを添加してる食パン結構あるので、グルテン入れたらなんか成形はできるみたいなんですけど、これは完全にもうグルテンが入っていないので、こんな感じのサラサラしてます。グルテンフリー難しいんですよ。なんか作るの結構失敗したのがあって、膨らまないんですよ。もしくはここまでは膨らんでるけど焼くとしぼんだりとか。これ1個や2個作るのは簡単なんですけど、毎日この量を季節変わっても同じ焼き色で同じ高さで出すのが大変で、そこは研究を重ねてなんとか今にたどり着いた感じです。ちゃんと綺麗に安定するまでは1年ちょっとはかかりましたね。それまでは成功できる日もあれば、なんか微妙な日もあれば、波がありましたよね。ああじゃないこうじゃないで、なんとか今たどり着いた感じです。焼いちゃっていけるタイミングで。沖縄県産の全粒粉を一緒にブレンドしてて、なので見た目が全粒粉の点々々が見えるんですけど、全粒粉栄養価高いんで、どうせ食べるなら栄養価があるの方が良くないですか。体にいいかなと思って入れてます。しかも無農薬なので全粒粉で使っても安心なので。今度松田さん、ありがとうございます。あの感じ。肺が好きです。肺がロールの。あそこまでは強くないけど。
油で揚げてないのでこうちょっとヘルシーなんですよ。油で揚げない焼きカレーパンなので割とあっさりですね。プチプパン1つ。ピスタチオデニッシュ。ピスタチオデニッシュ1つ。このパンショコラを。パンショコラ2つ。ありがとうございます。はい、ありがとう。ありがとうございます。月に2回3回ぐらいかな。今日は休みの日で家内が友達と遊びに行っちゃったんで子供たちのランチを買いに来たんですけど、休みの日とかの昼ご飯にはちょうどいい感じですね。ちょっと贅沢ですね。沖縄美味しいパン屋さん多いんですけど、どれも丁寧だし、ここはちょっと一段美味しいかなというふうに思います。計算するので。ありがとうございました。これ66個のご予約ですね。はい。これが同じなので。7個ですかね。70? お祝い用に人にあげようかなと思いましてね。
他のパン屋さんに比べて美味しいです。塩パン柔らかい。近くにパン屋があって助かります。頑張ってくださいという。どこでもいいよ。あんたよ、上がらない。説明します。いちごチョコグラノーラを下に引いてて、最後食べた時にザクザクっていう食感が味わえるようにこうやってやってます。一番そこに。いらっしゃいませ。なんかこう毎週何か来る楽しみがあればお客様も来るきっかけになりますし、あとはやっぱ楽しみがあったらいいじゃないですか。なのでこう定期的にティラミスやったり生ドーナツやったりでお客様をこう楽しませるように自分たちで考えてイベントやってますね。あとは作ってても楽しいんですよね。やっぱりパンばっかりじゃなくて、もともとパティシエとして洋菓子店でずっと働いてたので、元パティシエだったんですか？そうですね。洋菓子店で10年ぐらいずっと働いてました。じゃあ元はパンじゃなくてパン屋さんで働いたことないです。お菓子もお菓子ですごい綺麗な部分もあっていいんですけれども、やっぱ僕はパンが好きなのでパン作り極めてこの道進みます。はい。作ってたら楽しいですか？楽しいですね。膨らんでいきますね。夢も一緒に。はい。ね、ちょっと待って、ありがとうございます。結構よく来られるんですか？結構来ます。週に2、3回です。グルテンフリーのパンだったりとか、結構このイベントやってる時はドーナツだったりティラミスを買いに来たりします。すいません。大丈夫大丈夫。あるんです。好きなパンなんですか？マルゲリータ。マルゲリータ？美味しい。美味しい。このティラミスは？美味しい。ティラミスも美味しい。グルテンフリーが一番多いのが魅力ですね。普通に小麦のパンも食べるんですけど、
もう半々ぐらいで食べたりします。いちごも食べたい。いちごも食べたい。大きくない？おさまでした。はい。ありがとうございます。お買い上げありがとうございました。ちらで、はい、ありがとうございます。やっぱりあんバタですか定番ですよね。もう塩味とあんこの甘さとの調和みたいなんですけど、あとパンの硬さや柔らかさだから多分好みもあると思うので、皆さんもぜひね第3に来て、いろんなあんバタと比べてみてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。土日が多分いろいろこの限定でいろいろやったりするので、ぜひねこれ皆さんも、来られることがあったらですね、ぜひお試しくださいと。ぜひまた利用させていただきます。今回はいちごティラミスを買いに来ました。塩パンか塩クロワッサンは割と毎回買ってる感じ。あとはなんかさつまいもパンみたいな、それをあげて食べたりしてます。美味しいです。私はグルテンフリー結構頑張ってらっしゃるので、それは一応魅力的だなとは思います。私は。2週間に1回とかは最近食パン食べれるようになったので、グルテンフリーの食パンも買ってます。子供できたので、なんか体にいいもの食べたらいいなって思って、はい、これからも通います。お願いします。客層はですね、ファミリー層多いですね。近くに小学校も2つあって、保育園、幼稚園も結構周りにあるので、お子様にも安心して食べていただきたいなっていう思いがありまして、食材の選定から、あとは子どもたちが喜ぶパンも結構展開してますね。例えば、メロンパンとか、メロンパン3種類あるんですけど、看板商品の塩パンもお子様でも食べやすいような硬さだし、添加物とかアルコールとかも一切入ってなくて、誰が食べてもシンプルで美味しいって感じるものに仕上げてます。健康に対して意識を持ち始めたら風邪ひかないですし、やっぱ気分的にもいいですし、顔色も良くなりましたし、肌荒れもなくなったし、いろいろきっかけがきっとみんなあるはずなんですけども、そういうきっかけを通して自分自身の体に対して、例えば運動しようとか、食事は気をつけようってか、普段食べてる加工食品じゃなくて、なるべく使っていない添加物、入ってないものなるべく選ぼうとか、そういう小さな意識がきっと大きないい未来を生むと思っているので、僕はそれを食を通して皆様に伝えていきたいですね。はい。農家さんが作った人参とかぼちゃですね、無農薬の地元の方が化学肥料とか農薬を使用していないので安心な野菜たちです。こんな感じで、これオーブンで2時間ぐらい焼きます。
か中のいちごが大きくて甘くて、で餅もなんかすごい柔らかいんで、いちご大福とこのパイ生地がめっちゃマッチして超美味しいです。ぜひ食べてくださいきっかけがグルテンフリーのパンがあるってことで、小麦を食べるとお腹を壊す人が家族にいて、どうにかお腹を壊さずにパンを食べれないかってことで探した結果見つけて、美味しいパンがいっぱいあったのでハマってるっていうところですね今。春のパン祭りってことでいちごのティラミスが50円引きと聞いて、実家の家族にも食べさせたいなっていうことでティラミス7個買っちゃいました。ちょっと多いかもこんにちは、お決まりになりましたらおかけください。塩パンお願いします。塩パン1つ。あんバター塩パン1つ。いちご大福で2升1つ。お待たせいたしました。7点で2840円です。お待たせいたしました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。小学校の時からずっと将来料理人になりたいって母に言っていたので、小学校の時に、母の影響だと思うんですけど、お菓子を作ってまして、でそれを食べた時に美味しかったってこう言ってもらえるのが嬉しくて、こうものづくりすることがきっと自分には合ってると確信して、もう中学の時にはもう進路も決めてたので、料理の世界に飛び込みましたね。はい。一番大切にしていることありますか？大切にしてるのは、売れればいいやではなくて、やっぱお客様も働いてるスタッフも、そして業者さんもみんながハッピーになれるようなこういい関係でなれるように日々考えながらやっていくことが大事かなと思っています。はい。ブーランジェリー大のパンを通してこう何かさまざまなこう地球環境の問題だとか生態系の問題とか添加物の問題とかこう何かに興味を持っていただければなって思っています。はい、小さな活動ですけど、これを通して皆様が意識していただければ、きっと地球も生き物たちも
農家さんも私たちもきっとみんなハッピーになれるはずです。はい。